皆さんこんにちは、ガジログです。今回は Amazfit の最高峰とも言うべきファルコンをご紹介したいと思います。まだ日本では発表もされていませんけども、Amazfit のグローバルサイトにおいてすでに出ています。一体どんなスペックになっているのか一緒に見ていきたいと思います。というわけで Amazfit グローバルの公式サイトの情報をもとにお届けしたいと思います。では早速本日も行ってみましょう。まずトップページに出てきますのは限界突破とあります。見た感じの印象が非常に質実剛健という形で堅固なボディになっているなと思います。まず衛星は6衛星測位システムに対応しています。そして強力で正確な GPS トラッキングということで、ただ6つ入っているだけではなく L1 の GPS 信号と、そしてここにも出ていますが L5 の信号も受信することができるデュアルバンド受信ができるようになっているわけですね。ここにありますが、一部のユーザーにとっては L1GPS 信号のみを受信するデバイスで十分ですが、高い木や高層ビルがある地域では特にデバイスが金属構造の場合、信号強度と一貫性に苦労することが知られています。確かにこちらのユニボディチタン構造になっているってことですので、信号強度と一貫性に苦労すると受信が弱くなってしまうってことだと思うんですが、そういった問題を克服するために L1 とともに L5 も受信しますと、非常に受信感度がいいというのはいいなと思います。そして次ですけども、外部ワークアウトデバイスに接続しますよと出ています。有酸素運動を強化する時が来ました。 Amazfit Falcon は Bluetooth を介して心拍ベルトやサイクリングパワーメーターなどのプロのワークアウトデバイスに接続できるため、トレーニングにプロのアプローチを取り入れることができますとあります。 Bluetooth を介して近くにある外部ワークアウトデバイスと接続して、ここで得られたデータを連携させることができるということになっています。これもいいですよね。高機能を求める方にとっては必須アイテムかなと思います。また頼りになるジムのパートナーとあります。 Amazfit Falcon は動きを自動的に認識し、何十回もの筋力トレーニングの回数を数えることができます。その多くは ZEP アプリで調整可能なバリエーションがあります。そしてこの時計はレップ、セット、休憩時間を追跡できます。ワークアウト後 ZEP アプリは運動した筋肉群を表示し、トレーニングを的を絞って効率的に保つのに役立ちますと。すごいですね。これ以前ご紹介した Amazfit GTR4 の方にもスペック解説の方でご紹介した機能になりますが、当然ながらこの上位モデルにもついています。筋肉どの部位に効果が発揮したのか分かるっていうのもやっぱすごいですよね。そして150以上の内蔵スポーツモードとあります。カイト、サーフィンのような激しい高速ウォータースポーツから、ゆったりとしたゴルフスイングモード、タフなアスリート向けのトライアスロンモードまで、羽を広げられるアクティビティであれば Amazfit Falcon でスポーツモードを見つけることができますと。このイメージでは屋外サイクリングが表示されていますが、このウォッチサイクリングモードもついているということですので、激しいものからゴルフのようなゆったりとしたものまで、いろんな幅広くスポーツモードを使うことができるようです。そのスポーツですけども、8つのスポーツをスマートに認識することができるようです。特徴としましては、自動認識で素早く簡単に行動に移すのと出ていますね。その種類がここに出ています。ランニングやインドアウォーキング、また屋外ウォーキング、楕円形と出ています。エリプティカルでしょうかね。トレッドミル、アウトドアサイクリング、ローイングマシン、またプール水泳と出ていますけども、これらは全部自動的に認識してくれる機能がついています。そして画面に残るスポーツデータとありますけども、スポーツモードを使用している間は常にディスプレイが起動しているため、データを簡単に確認できますよとあります。ただしここに注意事項がありまして、時計の設定または ZEP アプリで有効にする必要があると出ています。つまり AOD がついているような状態になりますね。常時表示モードをオンにしてあると、運動中もここが表示されている状態になるんじゃないかなと思います。 Amazfit Band 7っていうスマートバンドが同じメーカーであるんですけども、そちらも AOD をオンにしていると、ワークアウト中ウォーキングであっても画面ずっと点灯していましたので、そういったモードが標準でついています。加えてスポーツデータを生中継とありますね。時計はブロードキャストに設定できます。 Bluetooth ヘッドホンを介してスポーツモードのデータを送信します。手首を上げなくても距離、継続時間などの指標をリアルタイムで把握できますとあります。これ何言ってるのかなと最初思ったんですけども、つまりブロードキャストですね。リアルタイムに得られているデータをワイヤレスイヤホンを介して情報を送ってくれるっていうことだと思います。ですので今どれぐらいの距離を進んだのか、時間がどれぐらいのタイムなのか、またそれぞれいろんな情報が送られてくるんじゃないかなと思います。このあたりは以前 Apple Watch を使っていた時なんですけども、アプリにもよりますけど読み上げてくれる機能っていうのはついていました。ただアプリによってはなんですけども、だいたい英語が多いのかなと思うんです
ですが、日本語に対応してくれたらね、本当ありがたいなと思います。そしてさらにね、この機能は本当嬉しいなと思いますけども、音楽の保存と管理とあります。時計に音楽を保存する Bluetooth ヘッドホンで聞くことができますよとありますね。このウォッチ本体そのものにね、きっと MP3 データとかを保存することができて、それを Bluetooth でつながっているこちらのワイヤレスイヤホンで聞くことができると。そしてさらにはね、音楽再生コントロールもできますよとあります。これはね、やっぱついていてありがたいですよね。さらにスポーツに関してですが、サードパーティーのフィットネスアプリと同期しますと出ています。これはやっぱついていないと本当に不便になりますので、これはありがたいです。自分の限界を打ち破る力があることを友達に示しましょう。データを同期するワークアウトからストラバ、Apple Health、Google Fit、Relive、そして Amazon Fit と Adidas Runtastic のパートナーシップのおかげで Adidas ランニングアプリまでと出ていますけども、そうですね、個人的に使っているのはストラバになりますし、Google Fit、これが連携できると本当めちゃめちゃ助かりますね。特にですね、スマートウォッチを変えた時にブランドが変わってしまったり機種が変わったりしてしまうとデータが無駄になってしまうこともあります。その点、他のサードパーティー製のアプリにデータを飛ばしておけばそこに全て集約することができますので、ウォッチを変えたとしてもね、データが残っていくっていうのはいいなと思います。そしてアクションのために作られたプレミアム素材ということで、いよいよハードのスペックに関する情報になってきます。まず素材になりますけども、チタンのユニボディ一体型の成形になっているということですね。高強度で軽量、そして腐食に強い航空機グレードの素材、またタフさと高級感を絶妙なバランスで両立と出ていますが、本当ね、見た目堅固な感じでめちゃめちゃかっこいいなと思います。そして4つのコントロールキーということで、チタン合金、そしてワークアウト中にウォッチを簡単に操作できますよと出ていますね。このボタンがまずサイドに2つ、多分反対側の方にもあると思いますけども、4つついてますよと出ています。そしてディスプレイのガラスに関する情報ですけども、魅惑的なサファイアクリスタルガラススクリーンとあります。これはやっぱりいいですよね。ディスプレイがね、傷ついてしまう可能性を防ぐことができます。洗練された威厳があり、過酷なワークアウトにも耐える準備ができている時計のサファイアクリスタルガラススクリーンのモースコードは10段階中9ということで、ミネラルコードスケールではダイヤモンドのすぐ下ですと出ていますね。そして魅惑的な HD クラリティとあります。早朝の日光の下でのランニングから1日を始める場合でも、深夜のジムセッションから自転車で帰宅する場合でも、大型の HD アンモレットディスプレイはここですね、最大1000ニトの明るさで非常に鮮明ですと出ています。一致する常時表示のウォッチフェイスを選択してください。あなたにとって重要なデータを感知しますと出ています。1000ニト。これ Apple Watch Ultra が最近出ていますが、あちらは最大2000ニトになっていましたので、この数値に関してはやっぱり負けてしまっている感じになりますね。でも1000ニトあればね、多分十分明るいんじゃないかなと思います。よっぽど環境でなければ問題ないんじゃないかなと思いますけども、その過酷な状況になった時こそね、数値が大きいっていうのはものを言うとは思いますけども、日常使いでおいては問題ないかなと思います。ただ大きい数値に越したことはありませんよね。そしてこのイメージは常時点灯モードになっていると思いますけども、はっきりとしてね、今時間、そして日付になりますね。でこちらは文字、デジタル時計の表示になっていますが、くっきりと浮き出ています。そして先ほどですね、ボディに4つのボタンありますよと出ていましたが、右側がこういった丸型のボタンが2つ、そして左側は長方形のタイプのボタンが2つありまして、アップとダウンというボタンが出ていますが、このあたりのね、デザイン性めちゃめちゃいいなと思いますね。かっこいいです。そして15の軍用グレードのテストに合格ということで、ミルスペックに対応しているわけですね。ここの数値を見てみますと、810G とありますので、規格上最近では 801H っていうのも出ていますが、その一歩手前のそのものに対応しています。70度までの耐熱やマイナス40度の耐寒性、いろんな機能に対応しています。特にね、多くのスマートウォッチで対応していないのが耐塩性になっていまして、96時間塩水に噴霧耐性とありますけども、海水にねちょっと落ちてしまった状態でも大丈夫かなとは思いますけども、96時間も塩水に対しても耐性があり
るようです。そして水泳心拍モニタリングに関する情報になります。20気圧の防水でより深く潜れますよと出ています。泳いだりサーフィンをしたりジェットスキーなどの高速ウォータースポーツに参加するときは Amazfit Falcon を着用してください。200メートル相当の水圧に耐えられる時計のハードウェアはテストに合格し、ダイビングに耐えられるほど頑丈であることを証明していますと。やっぱりここでもダイビングという言葉が出てきましたが、Apple Watch Ultra の方でもダイビング対応していますし、最近こういったものが増えてきましたね。そして200メートル防水ということでめちゃめちゃすごいですね。こういった情報からするとやっぱり海でも使うことが可能だっていうことが分かります。これはいいですよね。そしてバッテリーの情報になります。ピークパフォーマンス時のバッテリー電力とありますが、Amazfit Falcon には持久力があります。低確値 500mAh の大容バッテリーにより1回の充電で最長2週間目標を達成できますと。これはいいですね。ここまでの機能で2週間あるっていうのは本当申し分ないと思います。詳しく見ていきますと、典型的な使用であれば14日間、そしてヘビーユースですね7日間、またバッテリーセーバーモードでは30日1ヶ月ほど持ちますよと。そして連続使用の場合ですが、GPS がっつり使った場合は連続で21時間、またバランスモードっていうのもあるようですけども38時間、省電力 GPS であれば50時間というふうに、例えば登山とかトレッキングとかですね、見通しのいいところであれば50時間持ちますので、丸1日ね十分持つっていうことがよくわかります。次にバイオトラッカー 3.0 ということでヘルスケア系の情報になりますけども、24時間監視の心拍数や SpO2 血中酸素飽和度、またストレスレベルの計測ができるようになっています。そして Amazfit ではワンタップで4つの機能を測定することができるようです。心拍、SpO2、ストレス、そして呼吸数ですね。これをワンタップで同時計測をしてくれる機能もついています。そして睡眠モニタリングもしっかりついています。睡眠の質を測定、また昼寝も測定してくれます。またレム睡眠やノンレム睡眠の測定、そして睡眠呼吸の質も測定してくれます。そして小さなディティールが大きな違いを生み出しますとありまして、 PAI の健康診断システムということで1週間の間になるべくここの数値をね100に維持するように頑張ってくださいねっていう、そういった機能がつけてくれているんですけども、これAmazfit Band 7の方で私もチャレンジしていたんですが、なかなかね難しいですね。100をキープするっていうのは本当大変でして、毎日1時間ウォーキングしていたんですけども、なかなか100はキープできなかったですね。それほどね結構要求が高いのかなという感じはしました。そして搭載されている OS になりますが ZEPOS で動いています。健康中心の ZEPOS とサードパーティーアプリとありまして、サードパーティー製のアプリになりますが、ウォッチ自体にインストールすることができ、使うことができます。ただ、なかなかね、ラインナップがたくさんあるっていうわけではありませんのでね、一応お気持ち程度っていう感じかもしれません。そしてその他の機能になりますけども、例えば邪魔しないでっていうのは DND ですね。夜通知を来ないようにする機能とか、画面が点灯しないようにするとかね、そういった機能もしっかりついていますし、また方位磁石もね、コンパス機能もついています。そして使用するアプリは ZEP というアプリになりまして、これは Android OS でも iOS でも両方ね対応しているわけですね。ではまだ触れていなかった情報についても見ていきたいと思いますけども、重さに関してですがストラップなしで 64g になっています。これはストラップ込みますと 80g ぐらいはやっぱり出てしまうのかなという感じですので、結構ずっしりきますよね。そしてディスプレイに関してですが、画面サイズは 1.28 インチになっています。解像度が 416×416 と非常に高精細になっています。そしてセンサーになりますが、バイオトラッカー 3.0ppg 生体認証センサーということで Amazfit Band 7でも同じものが搭載されていました。で Amazfit GTR4 になりますとこれが 4.0 になっていましたので、1世代古いものになっているのかなという感じはしますが、ここまで高機能になっているので申し分ないのかなという気はします。そしてバッテリーに関する情報になりますが、充電時間は約2時間ほどかかるということです。そして充電方法は5ピンのプラグを充電器と出ていますので、おそらくマグネットチャージで磁石で吸着するタイプじゃないかなと思います。そして結構ね重要になりますけども、ストラップのバンド幅になりますが 22mm ということで、市販のものと交換も可能じゃないかなと思われます。Amazfit 公式サイトの方では価格に関して情報が出ていませんでしたので、AliExpress の Amazfit オフィシャルストアということで覗いています。ここで今出ている情報としては 76,223 円ということで結構いいお値段になっています。
はい。というわけで今回 Amazfit Falcon についてご紹介しました。こちらね、本当にかっこいいと思います。こういった結構堅固な感じ、個人的にめちゃめちゃ好みになっています。というわけでこういったね、ハードなモデルですけども、あまりにもね、ゴテゴテしているわけではなく、こうオンオフでもしっかり使えるデザインになっていると思いますし、ビジネスでもプライベートでも、そして遊びでもですね、いつでも使えるスマートウォッチじゃないかなと思います。では本日は以上となります。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。